はいどうも、初めてのリスク、ミントです。リナです。今日は自分の言語へ命令を2つ追加して評価器の中身まで平らに整えます。引き算のサブに掛け算の丸、今日教える2つの命令が1つの式の中でまとめて動いて37が出た。しかも命令が増えたのに評価器のコードは以前より読みやすくなっています。主役は分かれ道を並べる道具、コンドです。増やしたのに綺麗になる？これマジ？今日は道具箱に一生ものの道具が1つ増えるよ。よかったら登録して言語作りの続きを一緒にやろうね。ここから見始めた人も大丈夫です。命令カードを読む私たちの評価器欄の現在地を1分で確かめましょう。出た。命令カード。あれ？そういえばこの呼び方って正式なの？実は愛称です。正体は先頭に命令名、その後に材料が並んだただのリスト。私たちも今日から正式にリストと式で呼びましょう。カードって呼び名も可愛かったけど、私たちも新旧だね。数字はそのまま返す。ダブルの式は中身を欄で読んで2倍。アドの式は左右を欄で読んでから足す。はい。式の先頭の名前を見て、どの規則で扱うかを選ぶ。それが欄の仕事でした。はそのまま5。ダブルは10。アドの左にダブルを入れても13。ここまでが今の実力だね。十分に育っています。では、引き算の式を渡すとどうなると思いますか？足し算ができるんだから引き算くらいさしてくれるはず。アンノウンコマンド。そうだった。欄は私たちが書いた規則しか知らないんだった。名前の意味は評価器の中で私たちが決めます。今日はまず、サブを丁寧に教えましょう。最初に式の形を決めます。サブは左の式から右の式を引く命令にしましょう。先頭が命令名のサブ、2番目が左の材料、3番目が右の材料。アドと全く同じ並びだね。書けたよ。先頭がサブなら左右の材料を欄で値へ変えて引き算する。材料が入れ子の式でも先に欄が読むから平気。満点の規則です。命令追加の型をもう自分の手で使えていますね。問題はこれをどこへ置くかです。うわ、今の欄って if の中に if を重ねた階段だったんだ。サブの積はこの一番奥の一番深いところ。if は分かれ道が一つの時の道具です。3つ目、4つ目の分かれ道からは if の中へ if を重ねる形になります。サブで4段目、丸を足したら5段目、命令を10個に増やしたら10段。カッコを閉じる数を数えるだけで日が暮れるよ。いい悲鳴です。その困りごとはリスプの世界ではとっくに解決済みです。専用の道具があるの？その名も今度、まずは評価器から離れて小さな例で触りましょう。気温で服装を選ぶ関数です。分かれ道が3つあるのに全部同じ形の行で平らに並んでる。あと、角カッコが出てきた。角カッコは丸カッコと同じ意味です。条件と答えの1組を目で区切りやすくする。ラケットの見出し並みです。新しい記号化と一瞬構えたけど、非世界なんだね。今日の形は条件と答えの1組か。3度はコート、18度はちょうどいい。33度はアイス。ちゃんと3方向に分かれた。今度は上から順に条件を確かめて、最初に当てはまった行の答えを返します。どれにも当てはまらないときは、一番下のエルスの行です。上から試して、当たったら即決。全部外れたらエルス。受付の案内板みたいだ。その読み方さえ持ち帰れば、今度はもう友達です。この案内板、欄の3つの入り口にぴったりじゃない？では、if の階段だった欄を、今度の案内板へ立て替えます。規則の中身は一つも変えません。数字の行、ダブルの行、アドの行、最後にエルス。さっきの案内板と同じ形で、規則が上から並んでる。一段ずつ深くなる代わりに、分かれ道が1行ずつ積まれます。アンノウンコマンドの置き場所も、エルスという専用席になりました。も10も13も、立て替える前と全く同じ答えだ。同じ意味のコードでも、形でこんなに読みやすさが変わるんだ。意味を変えずに形だけを整える作業には、リファクタリングという名前があります。プロの現場でも毎日行われる、大切な仕事です。今日の私たち、プロと同じ仕事をしてたんだ。立て替えた家に、いよいよサブを迎え入れます。さっきミントが書いた規則を、今度の1組に着替えさせるだけです。黄色い3行が、今日書いたサブの規則そのまま、階段を1段掘る代わりに、エルスの上へ滑り込ませるだけなんだ。10-3で7、左をダブルの式にしても、先に10へ変わってから、ちゃんと7が出た。マイナス7、左から右を引く。で決めた意味の通りに動いてる。は勢いに乗って、掛け算の丸も、条件の名前と、真ん中の記号だけが変わります。本当だ。サブの1組と見比べると、丸と掛け算の記号の2箇所しか違わない。6×7 で42。私たちの言語が掛け算を覚えた。それでは冒頭の式です。サブの左に丸、右にアド、
3つの命令の初共演です。37、42-5で37だ。冒頭の魔法。今なら全部読めるよ。丸が42を作って、アドが5を作って、最後にサブが引く。内側から外側へ。一段ずつ値になっていくんだね。評価の流れは以前と同じです。増えたのは案内板の行が2つだけ。ねえ、その案内板なんだけど、行の順番って好きに並べ替えてもいいの？鋭い質問です。実は今日一番深い話がそこに隠れています。実験しましょう。数字の行とダブルの行だけ順番を入れ替えたランフリップトというコピーを作りました。ダブルの行が一番上で、数字の行が2番目、並び順の他はさっきの欄と同じなんだね。まずはただの数字の5を渡します。一番簡単なはずの5でエラー。リストが欲しかったのに5が来た。って書いてある。今度は上から順でしたね。一番上の行は、まずリストの先頭を読むファーストを実行します。ただの5は、先頭を取り出せるリストの形をしていません。そこでファーストが立ち止まりました。なるほどね。でも、ちゃんとリストの形をしているダブルの式なら、先頭を読めるから平気だよね。ちゃんとしたリストなのに同じエラー。気分のところ、また5だ。どこから来たの？この5。ダブルの規則は、材料の5をもう一度ランフリップトへ渡します。どんな式も、ほどけば最後はただの数字に行き着きます。その数字が、一番上のファーストとぶつかりました。そうか、数字かどうかを確かめる行が一番上にいたのは、ほどいた先で必ずやってくる数字を、ファーストより先に受け止める見張り役だったんだ。その通り、今度の並び順は、飾りのない設計そのものです。安全な確認ほど、上に置く。案内板は、並べる順番まで含めてデザインなんだね。順番を戻して、数字の見張り行に先頭へ帰ってきてもらおう。仕上げに1問。一緒にほどきましょう。実行の前に、まず頭の中で答えを作ります。丸の左にサブ、右にアド、一番内側の数字は、9と4、それから1と2だね。内側の式から、順番に値へ変えていきましょう。左のサブは何になりますか？ 9-4 で5、右のアドは 1+2 で3、最後に丸が 5×3 で15、15、実行する前に、自分の頭で評価器と同じ動きができたよ。もう1問だけ、おまけです。ダブルの中にサブを入れてみます。サブが先に7を作って、ダブルが14。どの命令の中にどの命令を入れても、同じ読み方でほどけるんだ。迷ったら、一番内側の数字を探す。小さな式の答えを作る。外へ一つ戻る。いつもの3つの動きです。現在の言語が読めるのは、数字、ダブル、アド、サブ、丸の5種類です。材料は2つまで、変数や if やディファインは、まだ教えていない。できないことが見えるのも、成長の印だね。命令を増やす方も、今日で完成型になりました。式の形を決める。材料を取り出す。材料を欄で評価する。そして、今度へ1組差し込む。この型があれば、5個目も10個目も、エルスの上へ1組ずつ積むだけなんだ。そこで宿題です。割り算のリブを、今日の型で作ってみてください。サブの1組を写して、2箇所だけ変えれば完成します。0で割ったらどうなるかは、実行してからのお楽しみだね。結果はコメントで教えて。今日は、評価器へサブと丸を追加して、if の階段を今度の案内板へ立て替えました。新しい命令は、今度の1組を書いて、エルスの上へ差し込むだけ。階段を掘る作業は、もうやらなくていいんだ。そして、今度は上から順。ナンバーの行を先頭に置く並び順には、ファーストを守る意味がありました。冒頭の37も、今なら内側から全部ほどける。自分の言語が電卓らしくなってきたよ。難しく感じた人は、分かれ道が増えたら今度、上から順に最初のあたりで即決だけ持ち帰ってください。割り算リブの報告、待ってるね。この言語がどこまで育つか、登録して一緒に見届けてくれたら嬉しいな。それでは、初めてのリスプ、みな、と、ヒント、でした。バイバイ。